皆さんこんにちは、ケニーです。今回も e フットボールアプリの戦術的解説をお届けします。この動画では2223シーズン3冠を達成したマンチェスターシティの再現スカットについて解説していきます。ペップ・グアルディオラ率いるこの年のシティはプレミアリーグ、FA カップ、チャンピオンズリーグで優勝し3冠達成。近年で最も印象的なシーズンを過ごしました。ただ、チームが序盤から順調だったかというとそうではありません。プレミアリーグのシーズンのうち247日間はアーセナルが首位を守っており、シティがそれを追いかけるという状況が長く続きました。それでも終盤の驚異的な追い上げとアーセナルの失速にも助けられ、3試合を残してプレミアリーグ優勝を決めます。その後、FA カップ決勝のマンチェスターダービー、チャンピオンズリーグ決勝インテルとの接戦を共に勝ち切り3冠を達成しました。また戦術面でも最初からこれといった形があったわけではなく、いくつかのシステムを試しながらの戦いでした。そこでここではまずこの年のシティのシステムの変遷をたどりつつ、今回再現するシステムを解説していきます。まず最初に試したのがダブル偽サイドバックシステムです。433の初期配置からサイドバックのカンセロとウォーカーが中央に絞ってミッドフィルダーのようにプレーします。このシステムは一定の成果を上げ、この年新加入のハーランドは序盤から得点を量産します。ただその代償として失点が積み重なっていきます。このシステムは最終ラインが2人なので、そこを突かれカウンターを受けてしまうという問題は無視できませんでした。そこでペップはシーズン中盤から一つの形にチームを固定していきます。それが325のシステムです。これは433の初期配置から右サイドバックが中盤でプレーします。逆に左サイドバックには本職センターバックのアケ・アカンジが起用され、最終ラインに3人のセンターバックが並ぶシステムによりカウンターを受ける場面は激減しました。またこの時期に頭角を現したのが当時18歳のリコ・ルイスです。ラーム2世とも言われる安定したプレーで偽サイドバックとしての正解をチームに提示しました。ただこのシステムにより出場機会を減らした選手もいました。その一人がウォーカーです。彼の守備力は唯一無二ですが、ミッドフィルダーとしてプレーする偽サイドバックとしてはややミスマッチでした。ただペップはウォーカーを生かす戦術を準備していました。それがこの年のシティの最終形態、偽センターバックシステムです。433から325になるのはこれまでと同じですが、違うのはそのプロセスです。サイドバックではなくセンターバックのストーンズが一列上がり、ミッドフィルダーとしてプレーします。これにより右サイドバックとしてウォーカーを起用できるようになります。3バックの右としてのプレーならウォーカーはお手の物で、このシステムが見事にはまりシーズン終盤の快進撃につながっていきます。そしてこのシステムのキーマンが偽センターバックのストーンズです。本職はセンターバックでありながら偽センターバックとして守備的ミッドフィルダーとしてのプレー、さらにはもう一つ前で6人目の攻撃の選択肢になるなど難しいプレーを難なくこなしたストーンズは間違いなくこのシーズンを象徴する選手の一人です。さて、ここまでは3つのシステムを解説してきましたが、この動画では最終形態であるストーンズの偽センターバックシステムを再現していきます。システムを模倣しながらもゲームで勝てる形としてどのような構築が最適でしょうか。続いて今回の再現スカットを解説していきます。今回のスカットがこちらです。チームスタイルはもちろんポゼッションを使用します。基本的には2223シーズンのメンバーを起用する形ですが、その中で4つのポイントがあるのでそれらを紹介していきます。まず1つ目が偽センターバックストーンズの起用法。DMF として起用し、選手指示でラインダウンを設定します。これにより攻撃時は守備的ミッドフィルダー、守備時はセンターバックとストーンズのタスクを再現することができます。2つ目が DMF について。ここに選手指示ディフェンシブを設定します。e フトにおける325の問題は DMF が2人しかいない点です。例えばボールがサイドに渡ったタイミング、この時ポゼッションのチームスタイルの影響で DMF はかなりボールサイドに寄ってきます。近くの選択肢が増えるのは良いことですが、その分逆サイドへの展開ができずポゼッションが難しくなってしまいます。少なくとも e フトにおいては2人の DMF はある程度中央に留まる必要があり、選手指示ディフェンシブにより動きを抑制することでそれを実現します。マニアックですがこのスカットで勝つためには重要なポイントです。3つ目がデブライネの起用法です。
ここには選手指示でカウンターターゲットを設定します。この年のシティは守備時には4-4-2のフォーメーションでブロックを作ります。デブライネはミッドフィルダーですが、カウンターターゲットにより前線に残り4-4-2のブロックを再現します。これによりカウンターではハーランドとデブライネの2枚で攻撃を行えるのもメリットの一つです。実際この2人によるカウンターは現実でもかなりの脅威になっていました。4つ目がハーランドの起用法です。ハーランドはプレースタイルがラインブレイカーとボックスストライカーの2つのバージョンがありますが、結論から言うとこれはどちらでも問題ありません。両方にメリットがあるので最終的には操作するプレイヤーの好みになると思います。ハーランドのプレーや2つのプレースタイルの違いについてはこの後詳しく解説していきます。以上が今回のスカットの4つのポイントです。続いて選手のプレーについて解説していきます。まずは左ウィングのグリーリッシュについて。加入2年目となったこの年はシティのサッカーに見事に適応し、なくてはならない存在へと進化しました。グリーリッシュの特徴はとにかくボールを奪われないことです。圧倒的なスピードやフィジカルがあるわけではないですが、そのキープ力によりチームを落ち着かせます。ゲーム的にもドリブル系の数値が非常に高いのが特徴で、サイドでのボールキープによって相手のプレスを無効化し、ポゼッションを安定させます。325ではサイドにボールが渡ることも多くなるので、特に重要なプレーであると言えます。Baby, I got CBD. Now we should kick back, pop in a DVD. Yeah. Hold up, baby. We should keep the peace before one of us blows up like TNT. Let's go. I guess I'm crazy too. Not right in my mind, but I play it cool. A lot of emotions I convey are cruel, and my toxic traits are like deja vu. Ooh, that's the way I do. I'm a hot mess. Face the truth. I don't mean everything I say to you, but I know that I got you going crazy too. Damn. Cruise on the high road.Dodging the potholes, tied up and I'm blindfold. She got me going psycho. I walk on a tightrope. My feet get nice cold. My head spinning like a cyclone. 次に偽センターバックのストーンズについて。センターバックの位置から DMF としてプレーするだけではなく、インサイドハーフやトップ下のポジションにまで進出し、チャンスに関与できるのがストーンズのすごいところです。ゲーム的にこの動きを再現するにはパス&ゴーが最適です。普段はあまり使うことのない操作ですが、うまく使うことで相手からすると予想外のプレーになります。使いすぎには注意ですが、タイミングを見て狙っていきたいプレーです。I got a bottle of Grey Goose and ice cubes. Have a drink that'll put me in the right mood. 80 proof's gonna lower my IQ. And I've been the same way since high school. I look shorty right in her brown eyes. She about to take a trip to Cloud 9. I'm the man, baby. I get the crowd hype. I turn the cadence of a hook into a soundbite. Here we go. It's about to go down. Let me know. I'ma buy another round. Get low, drop it down to the ground. Oh yeah, wow. Shorty make it. 続いてセンターフォワードのハーランドについて。加入1年目にしてシーズン52ゴールを決めた言わずと知れた怪物ストライカーです。先ほどゲーム的にはラインブレイカーとボックスストライカーの2つの選択肢があることを解説しました。まずはラインブレイカーのプレーについて。
この場合、シンプルにゴールへと向かう動きが特徴になります。特に相手を押し込んだ場面では、ラインブレイカーは必ず動き出してくれます。最もシンプルな形でゴールを狙える。これがラインブレイカーを起用するメリットです。一方、ボックスストライカーの場合はどうでしょうか。もちろん、ラインブレイカーのような動きを見せることもありますが、頻度が減ってしまうのは事実です。ただ、動きが少ない分、中央で構えてくれるので、縦パスを出しやすく、ポストプレーを行うことができ、そのプレーからポゼッションにリズムが生まれます。動き出しが少なくなる代わりに、ポストプレーによりポゼッションが安定する。これがボックスストライカーのメリットです。No time for daydreams. All my brothers get money, we call it gangrene. Just another day, but our focus still on the same thing. Us against everyone else, I recommend you change. また、これは体感的な話になりますが、クロスに対するポジショニングもボックスストライカーの方が良いように感じます。中央からの崩しが難しく感じる場合は、ボックスストライカーを使ってみるといいかもしれません。最後にポケットへのランニングについて解説します。ポケットとはペナルティエリアのハーフスペースのことで、ここへのランニングはシティのお箱と言っても過言ではありません。調子がいい時のシティはここへの動きが多く見られます。ゲームでもかなり強力なプレーなので、サイドでボールを持った時は特にここへの動き出しを見ておく必要があります。このスカットにおいて最も得点できるパターンです。
Tactical beam weapon.今回は2223シーズン3冠を達成したマンチェスターシティの再現について解説しました。ペップがシティで作り上げてきたものの集大成がこのチームに詰め込まれているように思います。現在ではチームの顔ぶれも変わり、苦労した2425シーズンを経て、ペップは再び伝説的なチームを作ることができるのか、今後のシティにも注目していきたいと思います。では今回の動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。当チャンネルでは今後もこのような現実のチームの再現動画や戦術系の動画を投稿していきます。興味があったり参考になった方はチャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。